どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマは貸借対照表の基礎です。今回の内容について、1、貸借対照表を学ぶ意義、2、資産の部について、3、負債の部について、4、純資産の部について、これらについて説明していきます。1、貸借対照表を学ぶ意義。貸借対照表はバランスシートのことを言います。略して BS と呼ぶことも多いです。これはどんな表なのかというと、ある一定の時点での企業の財政状態を明らかにしたものです。企業の資金繰りや財務の安全性などを調べることができます。下の表のように左と右で分かれています。気難しい感じがすると思うので、ざっくり言うと、今持っているお金と物のリスト、それは負債、純資本からが分かる表です。例えを書いてみました。これが例えです。左が持っている資産を表しています。現金10万円、預金190万円、車800万円、建物は家としましょうか。4000万円で合計が5000万円になります。左側の資産を見るとそこそこ優雅に過ごしてそうな雰囲気がしますよね。表に出ていて見えている部分のようなところです。ただ右を見ると負債が4500万円、純資産は500万円という数字が出ます。この状況の解釈については一旦置いておいて、裏の状況が見えているのがわかりますよね。自分でも他人から見てもお金に対しての状況把握と対策を考えやすくなります。ちなみに左と右の合計は必ず同額になるようになっています。貸借対照表を学ぶ意義ですが、まず個人事業主、法人経営ともに決算書として記入する必要があります。財務管理確定申告に必要です。僕も先日確定申告の際に作成しました。次に株式投資を検討するときに参考となる資料になります。最近は個人での資産運用を検討していく時代になってきましたね。株価以外にも投資先を検討するのに良い指標になるので学んだ方が良いと思いました。最後にプライベートの資産、負債、純資産の把握です。先ほどの例えで示した通り、表に見えている資産だけでは自分の状況はわかりません。負債と純資産を確認するにも貸借対照表は学ぶと良いと思います。では、これから資産の部、負債の部、純資産の部について説明します。2、資産の部について。資産は大きく2種類です。流動資産と固定資産です。流動資産はお金に換えやすい財産を言います。内容は現金、預金、有価証券、商品などです。固定資産はお金に換えにくい財産を言います。物として見える有形資産は建物、車、土地などです。物として見えない無形資産はソフトウェアなどです。表に書いている順番には意味があります。上に行くほどお金が動かしやすいということです。先ほど説明した流動資産と固定資産なら流動資産の方が上に書かれています。また流動資産の中でも上の方が動かしやすいです。例えば現金はすでに持っています。普通預金は ATM に行かないといけません。しかしコンビニでも ATM はあります。定期預金は銀行の窓口でしか出金できません。このように定期預金よりも普通預金、普通預金よりも現金が動かしやすい項目と捉えられています。3、負債の部について。負債は別名として他人資本だというのは覚えておいてください。負債にも流動負債と固定負債があります。流動負債は1年以内に返す負債を言います。短期借入金、未払い金などです。ちなみにクレジットカードで決済した費用は実際にお金が支払うまでは未払い金となります。固定負債は1年を超えて返しても良い負債を言います。長期借入金ですね。いろいろ負債がある中で何を先に返せばよかったっけとならないように負債を流動負債と固定負債に分けて把握すればよいでしょう。4、純資産の部について。純資産の種類です。純資産のことを自己資本とも言います。
資本金は株主が設立に払い込んだお金のことです。利益余剰金は利益の残りのお金のことです。これらは返す必要がない自分のものです。ここまで説明しましたが、次に表に対しての見方を学ぶ必要があります。貸借対照表の見方については次の金のカテゴリーで説明したいと思います。とにかく今回は貸借対照表を学ぶ意義と資産、負債、純資産の3種類があることを理解していただけたらなと思います。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。